ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、アメリカの最高裁判所が下したトランスジェンダー女性の女子学校、大学スポーツへの参加禁止に関する判決の話題についてよ。現在、アメリカでは、スポーツの公平性と人権保護の間で国を二分するような大論争が巻き起こっているの。ああ、トランスジェンダーの人が女子スポーツに出る問題やね。ニュースでよく見とるばい。もともとは男の人として生まれたけど、心は女の人やけん。女子の大会に出るってやつやろ？正直、それって体格とか筋肉の作りが違うけん、ずるくない？で内心を持っとる人も多いと思うとよ。でも、アメリカの最高裁がはっきりとした判決を出したってことは、いよいよ決着がついたってことなん？今日は、アメリカ最高裁が、なぜ、各州の参加禁止措置を認める判決を下したのか。そして、アイダホ州やウェストバージニア州の具体的な訴訟内容や、スポーツ界全体の今後の行方について、徹底的に解説していくよ。この問題、単なるスポーツのルールの話にとどまらず、アメリカの政治や法律、そして社会のあり方を問う、非常に重要なテーマになっているの。スポーツの話かと思いきや、政治とか法律も絡んでくるとね。小難しい話は苦手やけど、すみれがわかりやすく説明してくれるなら聞いたるばい。しっかり頼むけんね。それじゃあ、順番に見ていくよ。まず、アメリカの最高裁判所は、各州がトランスジェンダー女性の女子学校や大学スポーツへの参加を禁止できるとの判決を下したの。今回、最高裁は、参加禁止措置に異議を申し立てた、2つの異なる州の学生からの訴訟を審理したんだよ。2つの州って、どこのこと？アイダホ州とウェストバージニア州だよ。この2つの州は、公立学校及び大学のスポーツチームに対して、出生時に記録された性別に基づいて、競技に参加することを義務付ける法律を制定していたの。なるほどね。生まれた時の性別で出場するカテゴリーを決めなさいよっていう法律を作ったんやね。それに、反対する学生が裁判を起こしたってわけや。その通りだよ。2件の訴訟のうち、1件は、この禁止措置が、米国憲法における平等権の保護に違反すると主張したの。そして、もう1件は、性別による差別を禁止する公民権法に矛盾すると主張したんだよ。憲法とか法律に違反しとる。で訴えたんやね。でも、アイダホ州とかウェストバージニア州以外にも、そういう法律を作っとる州はあると？実は、アイダホ州が2020年にこの禁止措置を講じて以来、アメリカではすでに20以上の州が同様の措置を講じているの。だから、アメリカ全土でとても大きな動きになっているんだよ。ちなみに、ドナルド・トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、この最高裁の決定を大きな勝利と称賛しているの。20以上の州ってアメリカの半分近くやん。そんなに広がっとったんやね。トランプさんが喜んどるってことは、保守的な人たちにとっては、待ちに待った判決やったんやろうね。でも、最高裁の裁判官たちは、全員同じ意見やったと？そこが、非常に複雑なところなの。これらの州の禁止規定の下では、生物学的には男性だけど、女性として自認するトランスジェンダー女性は、学校や大学で女子スポーツに出場することが認められていないよね。これについて、裁判官9人全員は、州による禁止措置はタイトル9に違反しないと判断したんだよ。タイトル 9？ なんやそれ、急に必殺技みたいな名前が出てきた場合。タイトル9というのは、学校における性別に基づく差別を禁止するアメリカの公民権法のことだよ。裁判官全員が、この法律には違反していないと意見を一致させたの。へえ、性差別をなくすための法律には違反してないって全員が認めたんやね。じゃあ、すんなり禁止で決定ってこと？それが、そう簡単ではないの。裁判官たちは、これらの禁止措置が、憲法修正第14条の法の平等な保護を保障する条項に違反するかどうかについて、イデオロギー的な観点から完全に意見が分かれたんだよ。憲法修正第14条。また難しそうなのが出てきた場合。法の平等な保護ってことは、みんな平等に扱いなさいよっていう憲法の決まりやね。それで、どう意見が分かれたと？保守派の判事6人は憲法違反ではないと述べた一方、リベラル派の判事3人はこれに反対したの。多数意見となった判決文を執筆したブレッド・カバノー判事は、憲法とタイトル9はアメリカ全土における女子スポーツの抜本的な改革を要求するものではないと記したんだよ。つまり、憲法はそこまでスポーツのルールを根本から変えるようなことまでは求めてないよってことやね。リベラル派の人はなんて言って反対したと？
リベラル派のソニア・ソトマイヤー判事は、一部反対意見の中で、多数意見は、スポーツに対して、平等保護の観点を縮小したと述べて批判しているの。なるほどね。同じ、法律の専門家でも、保守とリベラルで、ここまで、見方が真っ二つに割れるんやね。裁判官も、人間の考え方次第ってところが、ちょっと怖い気もするばい。で、具体的な裁判の内容って、どんな感じやったと？まず、アイダホ州で提起された訴訟について説明するとね。この訴訟は、長距離ランナーであるトランスジェンダー女性のリンジー・ヘコックス氏が、法律が施行された直後に起こしたものなの。彼女は、その後、地方裁判所と控訴裁判所の両方から、法律の効力を一時的に止める差し止め命令を得ていたんだよ。へえ、最初は、裁判所も、彼女の言い分を認めて、法律をストップさせとったんやね。アイダホ州の法律を作った人は、なんで、そんな法律を作ろうと思ったと？この法律を提出した州議会議員のバーバラ・エハルト氏は、法律の成立当時にこう述べているの。この法律によって、男子や男性が女子や女性のスポーツにおける地位を奪うことがなくなる。それは公平ではないからだ、とね。まあ、ストレートでわかりやすい理由やね。女子の大会に元男性が出たら、表彰台とか奨学金の枠とかを奪われてしまうかもしれんけん。それは女子にとって不公平やろっていう多くの人が心の中で思っとる本音を代弁しとる感じばい。でも、その後の控訴審判決では、3人の裁判官からなる合議体が、アイダホ州の法律は憲法上の権利を侵害していると判断したの。彼らは、州側が、その禁止措置が女性アスリートの男女平等と機会均等を保護するという決定的な証拠を提示できなかったと述べたんだよ。証拠を出せって言われても、なんか難しそうやね。で、もう一つのウェストバージニア州の裁判は、どんな内容やったと？ウェストバージニア州の原告は、16歳のベッキー・ペッパー・ジャクソンという学生なの。彼女は、平等保護の原則に基づいて、同州の禁止措置に異議を申し立てたんだよ。16歳？まだまだ、これからスポーツを頑張りたい年頃やね。今回の最高裁判決を受けて、ウェストバージニア州の J.B. マッカスキー司法長官は、30日の判決は常識の勝利であり、すべての州に、今日そして将来の世代の女性アスリートの公平性と安全を確保するための明確さと自信を与えるだろうと述べて大歓迎しているの。常識の勝利ね。保守派からしたら、やっと普通の感覚が認められたって感じなんやろうね。でも、原告の学生やそれを支援しとる人たちは納得いかんやろ？その通りだよ。LGBT コミュニティの権利擁護団体であるヒューマン・ライツ・キャンペーン、略して HRC はこの決定を強く批判しているの。HRC のケリー・ロビンソン会長は、この判決はありのままの自分であるという理由だけで、競技から締め出されてしまうトランスジェンダーの学生アスリートにとって胸が張り裂けるような思いですと述べているんだよ。ありのままの自分でいたいだけなのに、なんでスポーツしちゃダメなの？っていう悲痛な叫びやね。どっちの言い分もわかるけん、めちゃくちゃ難しい問題ばい。これ、大統領選挙にも影響するんやないの？ここで、この問題に対する政治家たちの動きや、スポーツ界の頂点であるオリンピック委員会の決定について、核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくと、実は、トランプ大統領は、2024年の選挙キャンペーンにおいて、女子スポーツにおけるトランスジェンダー選手の問題を、まさに重点課題の一つとしていたの。やっぱりね、選挙の争点にすれば、保守派の票をがっつり集められるもんね。政治家らしい、したたかなやり方ばい。昨年、彼はトランスジェンダー女性が学校や大学の女子スポーツチームで競技することを禁止することを目的とした大統領令に署名しているんだよ。そして、その決定を受けて、アメリカの大学スポーツを統括している NCAA 全米大学体育協会もトランスジェンダー女性が女子スポーツに出場することを禁止したの。大統領令まで出しとったん。それに合わせて大学スポーツのでかい組織もルールを変えたってことはもうアメリカ全体がそういう方向に舵を切りつつあるってことやね。ちなみにメラニア・トランプ米大統領夫人は30日に最高裁判所が出した判決をスポーツ界における女性の勝利として称賛しているの。でも同時にゲイやトランスジェンダーのアメリカ人の権利を支持するとも付け加えているんだよ。禁止を喜んどきながら権利は支持するってどういうこと？ちょっと矛盾しとるような気もするばい。彼女はソーシャルメディアにこう投稿したの。
アメリカよ、私たちは LGBTQIA+ コミュニティの権利を支持すると同時に、女性アスリートの機会を守ることもできる。すべての人を尊重し、女子スポーツの公平性を維持しよう。どちらの理想も不可欠だってね。なるほどね。人間としての権利は大事やけど、スポーツの公平性とは別の話として分けて考えようってことやね。奥さん、なかなかバランスの取れた、うまい言い方するばい。この論争の根本にあるのは、生物学的な違いなんだよ。禁止措置の支持者たちは、トランスジェンダー女性は、出生時に女性と記録されたアスリートよりも、生物学的に有利であると強く主張しているの。そりゃそうよ。骨格とか肺活量とか、男性として成長した時期があるなら、いくらホルモン治療しても、完全に女性と同じにはならんって、素人目にも思うばい。これについて、科学的な根拠とかはあると？実は、スポーツ界の頂点である国際オリンピック委員会 IOC も3月に大きな発表をしているの。IOC はオリンピック競技の女子部門を生物学的に女性に限定すると発表したんだよ。あのオリンピックが世界で一番大きな大会がそういうルールにしたならもうそれが世界基準になりそうやね。IOC の作業部会が過去18ヶ月間の最新の科学的証拠を検討した結果なの。その結果、筋力、パワー、持久力に依存するすべてのスポーツやイベントにおいて、男性であることは、パフォーマンス上の優位性をもたらすという、明確な合意が得られたと述べているんだよ。科学的に見ても、やっぱり有利だよ、って、IOC が、はっきり結論を出したんやね。それなら、女子スポーツを守るためには、出場制限するしかないって言われても、反論しづらい場合。一方で、禁止措置に反対する人々は、これらの措置はトランスジェンダーの選手を不当に差別するものだと主張しているの。さらに、トランスジェンダーの女性や少女が生まれながらにして優位性を持っているという科学的なコンセンサス、合意が本当に存在するのかどうかについて異議を唱え続けているんだよ。なるほどね。科学的証拠って言うけど、本当に全ての人に当てはまるんか？で疑問を投げかけとるわけや。人によっては個人差もあるし、一律で排除するのはかわいそうっていうのもわかるばい。ここで、この記事や判決に対して、ネットのユーザーたちは、どんな反応を示しとると？ネット上でも、本当に様々な意見が飛び交っているよ。いくつか紹介するとね、女子スポーツは、生物学的な女性のためにあるべき。最高裁の判断は妥当だ。トランスジェンダー女性が無双してしまったら、生まれつきの女性がスポーツで活躍する夢が絶たれてしまうといった判決を支持する声が非常に多く見られるの。やっぱり、スポーツの公平性を第一に考える人が多いんやね。女子選手がいくら努力しても、埋められない体格差で負けたらやるせないもんね。でも、一方で、こんな意見もあるの。スポーツは勝敗だけじゃなく、参加することにも意義がある。学生の部活動レベルで厳格に排除するのは残酷だ。トランスジェンダー専用のカテゴリーを作るなど、誰もがスポーツを楽しめる新しい仕組みを考えるべきだというように、排除するのではなく、共存できる道を模索すべきだという声も上がっているんだよ。専用のカテゴリーを作るか。それも一つのアイデアやけど、人数が集まるんかとか、運営が大変そうとか、現実的にはなかなか難しそうばい。でも、誰かが我慢するだけの解決策じゃなくて、いろんな意見を出し合うのは大事なことやね。この問題は、科学、法律、人権、そして人々の感情が複雑に絡み合っているから、簡単に一つの正解が出るものではないの。アメリカ最高裁の今回の判決は一つの大きな区切りにはなったけれど、スポーツ界全体がこれからどう多様性と公平性のバランスをとっていくのか、まだまだ議論は続いていくはずだよ。ほんとやね。私たちもニュースの表面だけ見て、ずるいとか差別だって感情的になるんじゃなくて、両方の言い分をしっかり知る必要があるばい。ということで、今日はトランスジェンダー女性の女子スポーツ参加禁止をめぐるアメリカ最高裁判決とスポーツ界の公平性に関する話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。